世界の皆さんこんにちは、ゴッツボックスです。今日はコメントとかでよくゴジラフィギュアはどこで買ってるのとか、どうやってそんな早く購入してるんですかとか結構ご質問いただくので動画にしてみました。日本の方だけじゃなくて外国の方にも少しは参考になるようなことも話していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず大前提としてご注意いただきたいんですが、これはね、僕個人の普段フィギュアを買うときにどういった動きをしているのかっていうことなので、コレクションしている内容によってはね、おそらくね当てはまらない場合もあります。その点はご注意ください。それとあとすでにね、そんなん教えてもらわなくても自分の方が知ってますと、そんな方もいるかと思いますので、そういった方はね、もし僕が何か間違っていたりした時とか、もっといいアドバイスがあるよっていう時はコメント欄にねぜひ書いてってください。まず一つ目、肝心のどこで買っているか。僕が普段買っているシリーズ SH モンスターアーツとか、東宝30センチとかがあると思うんですけど、買うものによってお店を使い分けています。全部簡単に紹介していきます。ちなみに今から紹介するサイトはブックマークをねしておくと、もしくはホーム画面に追加しておくことをお勧めします。主に買い物をするサイトがゴジラストア、プレミアムバンダイ、少年リック、アミアミさん、ビッグカメラなどになります。まずゴジラストアなんですが、ゴジラストアはもう言わずと知れたゴジラのショップなので、グッズからね高額なフィギュアなど、いろいろ売ってますよね。僕はゴジラストア限定版っていう限定商品があるときはやはりゴジラストアで買います。逆に言うとちょっと申し訳ないんですが、ゴジラストア限定版じゃないものはそんなに、買いません。というのもやっぱり送料が高くついちゃいますよね。なので、限定版じゃないものについては後でねまた説明するんですけど、アミアミさんとか、家電量販店などで、購入するようにしています。なので、ゴジラストア限定版のねフィギュアがあればゴジラストアで買うって感じにしています。日本国外の方用のねバイ E でしたっけ、バイ E 専用の購入ページなんかもあるので、海外の方でも利用できるようになっていますので、ぜひ見てみてください。はい、次はプレミアムバンダイ、プレ版ですね。プレ版は主にモンアツですよね。最近だとジーザウルスとか、あとファンタジートイズとかね、ゴジラストアとはまたちょっと違った商品がたくさんあります。でさっきも言ったんですが、プレ版はほとんど、モンアツで利用しています。モンアツは他のお店でも買えるときは買えるんですけど、初期不良とかが万一あった場合とかを考えて一応プレ版で買うようにしています。あとは、ポイントが結構たまったり、最近だとクラブ魂メンバーズのアプリでランクがついたりとかもするので、モンアツとかは、プレ版で買いますね。予約開始前とかにもランディングページがね結構更新されたりするので、結構頻繁にチェックしています。で次は少年リック。少年リックは皆さんも知ってるとは思うんですけど、高額で本格的なフィギュアがこういうねスタチューがあります。改めて説明すると、一つのゴジラでも一般流通版、ゴジラストア版、リック版とかっていう3通りあるものとかがあって、よく聞く、限定版の、少年リック限定版っていうのはその名の通り少年リックで取り扱っているものとなります。一部ゴジラストアでもリック版が発売されることもあるんですけど、基本的には、少年リックで買うものは少年リック限定版っていう風に、なっています。で、少年リックで買うものは東宝30センチ大怪獣シリーズ、ギガンティックシリーズ、最近は
あんまり買ってないんですけど、デフォリアルがゴジラ関連では、主な商品かと思います。少年リック限定版が欲しいときは必ず少年リックのサイトで、購入するようにしています。少年リックもね海外ページがあるんで、日本以外のね一部の方はそこから買えるかもしれないので、見てみてください。最後のアミアミビッグカメラとかの、家電量販店なんですが、一般流通されるもの、例えば、ムービーモンスターシリーズだったり、最近だとゴジラアクションフィギュアとかね、一般流通されるものはこういったサイトで購入しています。理由は単純にやっぱ安いですよね。アミアミさんはもう最初からね値引きして売ってたりするものもあるし、ビッグカメラとかの家電量販店は、送料無料かつポイントもめっちゃ貯まるのでお得にお買い物ができます。あとハイヤーの製品とかは一応海外のものになるので、ごめんなさい、あくまで自己責任で購入してくださいっていうような感じになっちゃうんですが、僕はね育ちトイズさんで、前は購入していました。今はねハイヤートイズさんからレビューの案件で製品が送られてくることが多くなったので、最近は購入してませんのでちょっとわからないんですけれども、日本の、方だったら、育ちトイズさんもしくは Amazon とかでもね購入できるんで、そちらをチェックしていただければいいかなと思います。もしくは海外のサイトになるんですが、コーキストイさんでもいいのかなって思います。日本だとね送料も無料なものが多いので、選択肢の一つとしては、ありかなって思います。でコーキスさんは、海外の方はもちろんね利用できますので、日本国外の方はねぜひ一度チェックしてみてください。ただねさっきも言った通りハイヤートイズは海外製品なのでほんと仕方ないことなんですが、箱がね思いっきり潰れてくることも多いです。わざとじゃないんですよ。わざとじゃないけどそういうこともあるので、あくまで自己責任ということで、お願いします。次は情報の仕入れ方。情報といってもあっさいですよ。裏ルートで告知もない商品がいつ発売とかね聞いてるとか、そんなんじゃなくて、あくまでもどんな商品がこれから発売しますよっていう公式が表に出していることを早いうちに知っておくっていうことです。でそういうのを知っておけば、おおよそ今年はこんな商品が出てくるから、どれとどれを買おうかななんて計画が立てやすかったりするわけですよね。であとは製品ページが公開されたから、いつから予約開始か分かったりとか、そういった情報をね僕がどこで得ているかっていうと、基本インスタグラムだけです。僕はX 旧ツイッターをやってないので、もしかしたら、X の方が早いとかはあるかもしれません。ただインスタグラムさえ見ていればね大体は把握できるかなって思います。でさっき伝えたような少年リックのアカウントとか、あとはメーカーさんのねアカウントがあれば、そこでも情報を得れることがあるし、僕がフォローしてるおすすめの人がいて、アフターマックス G メンさんっていうんですけど、このゴジラに関するいろんな情報がねもうとにかくすごく早いんですよ。でフィギュアに対しての意見も結構はっきり言う方で、そういったのを見るのもめちゃくちゃ面白いんですよ。なんでねインスタやってる方はぜひねアフターマックス G メンさんを、チェックしてみてください。あとはゴジラプラスっていうアプリがあります。でこのアプリも新製品の情報などが通知で届くので、ダウンロードしておくといいと思います。ただ通知が来た時点で売り切れてるっていう場合も結構あるんで、このアプリの通知だけに頼るのは少し注意が必要です。はい、次は購入予約の仕方。サイトと情報を得たらいよいよ購入なんですが、最近はあんまり競い合って買うようなことは少なくなってきました。というのもやはり転売防止で二次受注があったりね、なのでそんなに焦らなくても買える方っていうのが増えてきたと思います。でもそんな中でゲリラ的にねいきなり出てくるやつもいるんですよね。 YouTube のゴジラチャンネルとかで情報が出てきて、
予約が始まるなんてこともあるので、YouTube のゴジラチャンネルなども、よくよくチェックしておく必要が、あります。でそういう急に出るやつはもう運みたいなところもあるんで仕方ないとは思うんですけど、事前に、予約時期が分かっているものに関してはもうシンプルにねサイトでログインした状態で、その時間まで待って一度だけね更新をしてみて、あとは購入すると、もうただそれだけです。何度も更新は押さない方がいいです。で何度も更新を押すとそれだけ大勢の人が押し寄せてるんで、最近だとあんまないんですけどサーバーがねダウンしたりねして全くつながんない状態になっちゃうので、更新を連打とかは避けた方がいいかと思います。買える買えないっていうのはある種の運命なので、買えなかったとしてもね僕にねクレームは入れないようにお願いします。あとは基本的に予約注文で購入した方がいいと思います。で後からフリマアプリとかで買おうと思うとどうしても高くついちゃうんですよね。で最近は値段が割と落ち着いてきている方だとは思うので、最悪、後から購入でもいいとは思うんですが、フリマアプリで定価でね出そうと思っても手数料のことなどを考えるとどうしてもね定価よりも高く設定する必要があったり、あとフリマアプリ経由での購入っていうのは初期不良があった場合サポートのね対象外だったりすることもあるんで注意が必要です。日本以外にお住まいの方は、購入代行とか、輸入の代行をねしてくれるサービスもありますので、どうしても手に入れたいものがあった場合はそういうサービスをね使うのもいいかと思います。はい、ということで普段どうやってゴジラフィギュアの情報を得てどこでどんな風に購入しているかっていうのを簡単ですけど紹介しました。多分ね同じ方も多いとは思うんですが、結構質問でもいただくので今回こうやってまとめてみました。で自分が何か間違って教えてしまっていることもあるかもしれないし、もっといい方法もねあるかもしれません。そういうことがあったらねコメント欄でねぜひ教えてください。で他にもね今回の感想とか、質問があったらコメント欄にぜひぜひ書いていってください。コメント欄はね一つのねコミュニティだと思ってるので、ぜひ皆さんでね知らない人同士でも情報交換していってくれたりすると、非常に嬉しいです。はい、エボゴジをねまだかまだかとね待っている方はぜひ高評価とチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。